Peggy 18. こんにちは。バイオハザードゼロ HD リマスタープロデューサーの竹中です。今回も、DLC デザインコンテストに参加してくださったファンの方のためにバイオゼロのここだけの情報をお伝えしたいと思います。一緒に紹介してくださるのは、オリジナル版のディレクターも務めた、小田ディレクターになります。小田です。よろしくお願いします。はい、さてですね、今回ちょっと変わったところで撮影してるんですけれども。そうですね、私もここは初めてです。はい、実はですね、ここ、カプコンの開発ビルの中にある映像倉庫なんですけれども、実はですね、ここでちょっとこういうものを見つけましてそれはもしかしてはい、15年前に開発されたプロトタイプ版バイオハザードゼロの映像です。今回はですね、こちらを小田ディレクターと一緒に振り返ってみたいと思います。でも懐かしいというよりもちょっと恥ずかしい気もするんですけど、それはやっぱり拒否する権利はない、ないです。はい、では早速これ向こうで見てみましょうか。はいこの映像の一部はサンディエゴコミコンでも公開したんですけれど、今回もっと多めにお見せしたいと思っています。まずこれ TGS バージョンって書いてますけど、これはいつの東京ゲームショウに出展したんですか？2000年春の東京ゲームショウですね。当時年2回ありましたもんね。ゲーム始まりましたけど、これなんか懐かしい感じですね。これ次の車両に行って、流れは割とそのままな感じですね。これプロトタイプ版の制作はいつぐらいから始めたんですか？1998年の夏前頃でした。当時さまざまなハードに対してバイオを展開していこうと企画された中の一本がこのバイオゼロでした。では1年ちょっとぐらいでここまで作ったんですね。いや、実際は何度も作り直しましたね。プロトタイプ版を作ると決まってからも難題は山積みでした。バイオといえば初代の時点から緻密に書き込まれたグラフィックとストーリーを盛り上げる CG ムービーの数々が特徴だったんですけど、当時のロムカセットは CD ロムの640メガに対して標準で64メガバイト、わずか10分の1でした。そしてすでに先行開発して佳境に差し掛かっていたコードブレノイカに至っては CD ロムをしのぐ大容量を指定しましたから、その後発になるゼロは同じような作り方見せ方をしたのではシリーズ内でも非常に見劣りしたものになりかねません。そこで大容量や CG に頼らない見せ方、遊ばせ方を考える必要がありました。いろいろ試行錯誤の末に出来上がっていったんですね。このシーンいいですね。俺グリーンハブを取って帰ろうとしたところで外にいるゾンビが乗り込んでくるんじゃないかと思ってしまいますよね。これオリジナル版ではカットされてた要素ですよね。はい、プロトタイプ版独自の要素というのもいろいろありました。例えば製品版ではレベッカとビリーの2人が生き残りますが、プロト版ではどちらか片方でも生き残ればエンディングを迎えられるような設計になってました。レベッカが死んでしまうと後のバイオの歴史にも影響が出かねないっていう点で残念ながらボスにはなりましたが、他にもゾンビ単体との個別戦闘をより緊張感あるものにしようと銃に対するリアクションに個性を持たせたり、リメイクに出たクリムゾンヘッドの先駆けになるような走りゾンビを検討したり、対するプレイヤーも噛まれ中でもカウンター攻撃をさせようというアイデアもありました。複数のゾンビにうっかり挟まれると同時に2体から噛みつかれて即死の危険性がっていう製品版仕様はその頃の名残ですね。そしてこれイベントが始まりましたけれど、これレベッカの声今とは違いますよね。プロトタイプ版で収録した声はオリジナル版でほとんど使ってません。ほぼ取り直しました。その時に声優さんの一部が変更になりました。でもビリーの声は一緒に聞こえますよね、これ。多分ごめんなさい、昔すぎて覚えてないです。なるほど。Wait! Where are you going? Edward! エドワードが出てきました。What's going on? What happened to you? Rebecca. Monsters. Monsters?
in the woods. セリフとかは割とオリジナル版と一緒ですね。 Chance. そうですね。 Ah. エドワード死んじゃいましたけど、これモーション今一つですね。プロトタイプではモーションキャプチャーも最低限しか行えない時代です。今ダメ出ししないでください。すいません。ここに入るんだ。これ流れがオリジナル版とは違いますよね。そうですね。商用ということで専用の流れということもあるんですけども、不詳出典版は雰囲気を楽しんでもらおうということで比較的あっさりとマップ内を移動できるようにしましたが、プロトタイプ版自体は最終製品版よりも1部屋あたりの謎解きやパズルが気持ち多いめに配置されていて、ちょっと頭をひねる必要があるような流れになってました。ハード機能上同時に多くの敵を画面上に登場させられない分、プレイヤー自身が想像する余地を増やしてアクションに依存しきらない恐怖を構築していましたね。なるほど。他に制作時の思い出や苦労した点はありますか？開発しようとしていたハードは他ハードに比べて特に容量面では有利とは言えない状況でした。そこでロムという不利を逆に武器にして、これまでバイオシリーズがやろうとしてできなかったことを意欲的に盛り込んでいこうとしていました。例えばロードが極端に短くできる利点を生かして部屋をまたいでも敵がどこまでも追いかけてくるとか、複数のコントローラーを使っての同時協力プレイなどですね。しかし一番苦労したのはやっぱりバイオという一大ブランドを冠したタイトルを作っていくというプレッシャーでした。自分だけでなくスタッフにも相当苦労をかけたと思います。それらの試行錯誤が積み重なってオリジナル版につながっていきました。なるほど。いろいろと苦労あったんですよね、これ。はい、というわけで第2回目楽しんでいただけましたでしょうか。第3回目は9月上旬頃配信を予定しています。コンテストに参加してくださっている方には配信開始しましたらメール等でお伝えしますので、ぜひ楽しみに待っていてください。それではさよなら。